女性ホルモンだけが発毛育毛の全てではないですし、閉経後にだって薄毛は改善できるんです。こんにちは、自ら発毛のお発信男子、阿部です。今回はこのように M 字の薄毛でお悩みになった女性の発毛症例をもとに、女性の閉経後の薄毛改善法についてお話しします。この動画公開の5日前に撮影した発毛症例もご紹介します。よく女性の薄毛は女性ホルモンの減少が原因と言われますよね。確かに女性ホルモンが減少する更年期頃は薄毛になりやすいです。しかしだからといって閉経された全ての女性が薄毛のままではないですよね。こちらのグラフのように閉経から5年以上経過した頃には女性ホルモンは男性よりも少なくなり、やがてゼロになると言われています。でも大丈夫なんです。女性ホルモンが育毛の全てではないですし、諦める必要はないです。閉経後でもそこからしっかり発毛して綺麗な髪を取り戻すことはできるんです。生理痛や更年期の憂鬱からも解放されてエネルギーに満ちて、ますますこれから人生を謳歌していこうという時に薄毛で悩んでいるなんてすごくもったいないことです。ウィッグは最終手段です。手放せなくなりますよね。今日は閉経後に脱毛しやすい M 字の薄毛改善例を紹介しながら3つのおすすめの対策法をご紹介します。ぜひ参考になさってください。はじめになぜ閉経後に薄毛になりやすいか、こちらの女性の M 字の例をもとにそのメカニズムについて解説します。閉経をして女性ホルモンが減少すると男性の AGA のように M 字とつむじ周辺が脱毛しやすくなります。これを FAGA 女子男性型脱毛症とも言います。もちろん脱毛しない女性もいますが、その差は男性と同じく遺伝性の問題です。男性ホルモンがこの M 字にあるアンドロゲンレセプターという男性ホルモン受容体と結合することで脱毛させなさいという指令が出て薄毛になってしまうんです。実は男性ホルモンそのものは逆に毛を太くする作用があって、閉経後はお顔や体毛に関しては少し毛深くなったりするんです。つまり男性ホルモン自体が原因なのではなくて、こちらのアンテナに例えた男性ホルモン受容体が M 字と頭頂部にあることが原因なんです。この受容体の数と性能が母親から遺伝するんですが、簡単に言うと運悪く薄毛になりやすい遺伝子を持った女性が閉経後により M 字が薄毛になりやすいということになります。つまり閉経後に少しだけ女性ホルモンを補填したところで、この M 字から発毛させるのは難しく、また男性ホルモンを抑制するスピロノラクトンという薬を服用して脱毛を抑制できたとしても、それ単体での発毛効果は立証されておらず、高カリウム結晶などの副作用や服用継続の必要性を考えると、飲み薬も決して万人に受け入れられる治療法とは言えないんです。スピロノラクトンとミノキシジル内服薬についてはこちらの動画で詳しく解説していますので参考になさってください。ここからは実際に閉経後の女性の M 字の薄毛の改善例をご紹介します。1人目にご紹介するのは48歳女性のお客様です。ビフォーアフターがこちらです。ビフォーが2023年の9月24日、アフターが2024年の3月3日です。閉経後でもミノキシジルなどのお薬は一切使用せずに M 字からしっかり発毛させることができています。アフターの写真を見てください。白髪がかなり太くなって目立っていませんか？実は血流が改善して薄毛が改善する時というのは、このように遺伝による白髪についてはますます濃い白髪になるし、逆に白髪が増えるんです。よく薄毛と白髪を同時に改善という動画を出している方がたくさんいますが、これはありえないんです。分かってないですね。白髪は老化現象じゃなくて、薄毛を予防したり育毛発毛できたことの証であり、勲章だと私は思っています。確かに薄毛の進行と同時に白髪になるということはあるんですが、その時点で数ミリから数センチの短い白髪になって成長が止まっているだけなんです。そこから育毛が進むと先っちょだけ白髪、途中から黒く戻る、このような現象はあるんですが、これは白髪が改善したとは言えないんじゃないでしょうかね。薄毛が改善するなら白髪は大歓迎、ヘナで染めればオールオッケーなんです。そしてこちらのアングルを見てください。サイドですけども M 字のところの頭皮の地肌の露出ですね、これがかなり改善しているのがわかると思います。相当発毛しないとこのような変化は見られませんし、周りの毛が豊富な女性なだけにこの M 字の脱毛が目立っていましたので、ここが生えて見えなくなったっていうことはすごく、喜ばれておりました。そしてこちらの女性ですが、ミノキシジル外用薬を使わずに
血流を改善して発毛する上で効果的な2つの対策をしました。1つはこの水溶性ケイ素を飲んでいただいたことです。ケイ素はこのように人間のほとんどの臓器に必要なミネラルで、体内では合成されず食べ物からしか摂取できない必須ミネラルです。なのでこのケイ素はサプリメントという位置づけになるんでしょうか。実はケイ素は毛細血管の内皮細胞という大事な細胞を構成するミネラルなんです。つまり毛孔に栄養を届ける上では絶対的にケイ素が必要なんですね。私がこちらのお客様にケイ素をお勧めした理由は、頭皮の血行不良とむくみがひどかったことです。そして高血圧持ちだったことですね。女性は閉経が進んでくると高血圧になりやすいんです。ケイ素はリンパ管やリンパ節を構成するミネラルでもあります。毛細血管とリンパ管の状態を改善して血流とリンパの循環力を高めていただくために飲んでいただくことにしました。実は私もですね、このケイ素ですね、これを毎日飲んでいまして、満を持しての紹介になりましたが、ケイ素は抗酸化作用や乳化作用や制菌作用など語り尽くせぬ素晴らしい効果があるので、また別な動画でしっかりとご紹介したいと思います。ちなみにケイ素は特別な製法で作られた水に完全に溶けたもので、決められた濃度以下でないと逆に体に猛毒になります。今すでにケイ素を飲んでいるという方はこちらご覧ください。ケイ素は服用してから2時間後に末端の毛細血管まで行き渡り、そこから6時間かけて尿から排出されますので、朝と夜だけという飲み方ではダメなんです。一日中ケイ素が体を巡るようにこまめに飲んでくださいね。それと私の動画を見ていただいている方には変なケイ素は飲んでほしくありませんので、興味がある方は安物を自己判断で購入せずに公式 LINE からお気軽にお問い合わせください。ただ価格はお安いものではないです。そしてお客様は仕事柄運動不足も問題でしたので、定期的な運動をされるようにお願いをしました。閉経後の発毛には運動は絶対に必要なんですよ。毛細血管の状態が悪い人が末端の頭皮だけをですね、ちょこちょこと頭皮マッサージをしても効果っていうのはたかが知れてるんですね。頭皮の毛細血管を改善するためには遠回りのように思えますが、実はふくらはぎの筋肉を鍛えることが有効なんです。ふくらはぎは第二の心臓とも言われます。でも息切れしたり膝が痛くなるような疲れる運動はする必要はなくて、ゆっくり負荷をかける運動でいいんです。私なんかはテレビドラマや好きなサッカー観戦をするときも室内バイクを漕ぎながら見ることが多いんです。そしてサロンに出勤するときも6階まで階段を使ったりしています。運動といってもその程度なんですね。ふくらはぎはこのように手で揉んだり、こんな風につま先立ちからストンとかかとを床に落とすかかと落とし運動も有効です。ちなみにこのお客様はこちらの健康ステッパーナイスデイを毎日愛用しているそうです。私素直なタイプなのでお客様の真似をしてポチッと買ってみたんですよ。そしてこの動画を撮ってる今日自宅に届いたようですので、実際使ってみながら時間にでもレビューしたいと思います。2人目にご紹介するのは50代の女性のお客様です。ビフォーアフターがこちらです。同じく閉経から5年以上が経過していて M 字がかなり脱毛して男性の AGA のように薄毛が進行しています。お薬の服用はしていませんが、このように6ヶ月ですごく発毛していますね。やはりポイントは血流とリンパの循環力を高めることなんですが、この当時はまだ当店は水溶性ケイ素を商品として扱っていなかったため、発毛のきっかけとして任意で提携医療機関よりミノキシジル外用薬 2% を処方してもらい、自宅で使用していただきました。やはり M 字がここまで脱毛していると、当店の施術で使用している成長因子の育毛エッセンスだけでは発毛させるのがかなり難しいんですね。そのためミノキシジル外用薬を発毛のきっかけとして併用した方がいい場合が多いんです。ミノキシジル外用薬単体でも M 字から短い産毛を発毛させることはできるんですが、こちらの女性のようにさらに育毛して薄毛を改善するためには、こちらの動画で紹介した通り発毛、デトックス、育毛、この3要素を合わせて対策をすることが大切になります。閉経後の女性の M 字の発毛の場合は、この発毛の部分がミノキシジル外用薬、デトックスがこのようなケイ素など腸内環境の改善や血流とリンパの循環を良くすることです。ミノキシジルだけつけても短い毛しか発毛せずに、そこで効果が頭打ちになる方って5万といるんですよ。これでは薄毛改善は難しくなります。
もし仮にこの動画をご覧の方がミノキシジル 2% の外用薬を個人輸入して使用するのであれば、この5箇条を意識してケアするようにお願いいたします。一つは頭皮環境の改善です。炎症やフケ、こういったトラブルをクリアにしていくことが大切です。適度な運動、毛細血管を改善させるためには運動は欠かせません。そして質の良い睡眠です。血液は寝てる間に腎臓で作られるんですね。良質な睡眠なしに育毛発毛はできません。そして栄養バランスの良い食事です。タンパク質だけ食べてもそれをアミノ酸に合成することはできません。マグネシウム、カルシウム、そしてビタミン B 群、バランスよく孫は優しい、こういった食品をとっていくことが大切になります。5番目、リラックスする時間を作る。これは脱力のことです。仕事中、これは誰しも体が緊張した状態になっています。しかしずっと緊張した状態では睡眠に悪影響になるんですね。そして血流も悪くなります。なので自分なりにリラックスする時間を設けて、その時はできるだけ極力深い呼吸、そして脱力するように心がけていくといいと思います。この5つができればおのずと発毛、デトックス、育毛が同時にできて薄毛を改善しやすくなると思います。今日の内容をまとめます。閉経後の M 字の脱毛は確かに生えにくいです。しかし女性ホルモンだけが発毛育毛の全てではないですし、閉経後にだって薄毛は改善できるんです。今回は有効な対策として水溶性ケイ素、毛細血管を改善するためのふくらはぎを刺激する運動、2% のミノキシジル外用薬、この3つを紹介しました。このチャンネルではこのように薄毛を改善するためのリアルな詳細な情報を定期的に動画配信していますので、まだの人はぜひチャンネル登録、通知をオンにして次回もご覧ください。それでは今後も薄毛治療一緒に頑張っていきましょう。